黒猫。あの頃俺は幼なじみの女の子、そう呼んでいた。なあ、本当に宇宙人を見たのか？そして10年前のあの日、俺は取り返しのつかない間違いを2つ犯したんだ。1つ目の間違いはあそこで引き返さなかったこと。そして2つ目の間違い、あの時どうして俺はあいつの黒猫の手を握ってしまったんだろう。あの日以来俺は一人で毎日夜空を見上げている。黒猫、もう一度お前に会いたい。高校2年になった俺の目標は NASA の研究員になることだ。宇宙に一番近い場所で黒猫の代わりに宇宙人の存在を証明する。それが俺なりの黒猫への罪滅ぼしだった。なあ、なんでそんなに宇宙人を信じてるの？信じないから言わない。信じるよ、黒猫の言うことなら。だって私会ったことがあるから。宇宙人に。宇宙人のいる場所だって知ってるし。だったらそこに連れてってよ。分かった。その場所のこと絶対に誰にも言わないなら。俺は黒猫といつも一緒に遊んでいた。俺は黒猫のことが大好きで、彼女のことなら何でも知ってるつもりだった。でも宇宙人の話は初めてで信じることができなかったんだ。この先よ、宇宙人がいるのは。見たら絶対に信じて。そしてあの事故が起きてしまった。気がついた時には病院にいた。俺は奇跡的に助かったのだ。黒猫も他の病院で無事だと聞かされた。一体黒猫に何て言って謝れば許してもらえるのか。一緒に宇宙人の存在を証明すれば少しは機嫌を直してくれるだろうか。入院している間、そんなことばかり考えていた。そして退院の日、本当のことを聞かされたんだ。黒猫はダムから落ちてすぐに死んでいたってことを。おかしな話だが、俺はあの子の名前を知らない。覚えているのは脇の下にあったほくろと、そしてあいつを
黒猫と呼んでいたことだけ。おはよう。おい、見たか村上。何を？こないだの全国模試の結果、2年生の中じゃお前がトップだったんだぞ。でも高校生全体じゃ3位だ。まだまだだよ。そんなことないって学年トップなんだから。村上くんはすごいよ。ありがとう柏木さん。そっけないのね。相変わらず村上は女子に冷たいな。まったく。別に冷たいわけじゃない。ただ苦手なだけだ。おーい、ホームルーム始めるぞ。早く席につけ。今日は転入生を紹介する。転入生？珍しいな。編入には相当難しい試験があるのに。黒羽猫さんだ。黒羽猫？みんな仲良く。お、どうしたんだ村上。似てる。少し雰囲気は変わったけど、こいつ黒猫じゃないのか。そうだ、俺は彼女の死体を見たわけじゃない。死んだという話を聞かされただけだ。まさか生きていたのか。はあなたとは今初めて会ったはずだけど。違う、小さい頃の話で覚えていないかもしれないが、お前は俺と昔会っていたんだ。昔？俺にはそれを証明することができる。何を言っているかわからない。いいからつべこべ言わずに脇の下を見せろ。脇の下って。おいおい。マジかよ。村上くん、勉強のしすぎでおかしくなったのかしら。あんな人じゃないと思ってたのに。ねえねえ黒羽さん、その制服かわいいね。前の学校のオリジナル。オリジナル？やっぱり人違いなのか。今日のプールの授業は潜水の練習をするわよ。遊びじゃないから気をつけてね。おい見ろよ。ああ、めちゃめちゃスタイルいいな。本当にこの世にいたんだな。あんなに美しい高校生が。この学校は勉強しか興味がない女ばっかりだったからな。しっかり黒羽さん、足は届くわよ。おい見ろよ。ああ、なんていいアンクルだ。こうなったらうっかりを装い女子側に潜水しておっぱいを触るべきか。まんま犯罪者じゃないか。次の班準備はできた？はーい。それじゃあ潜水開始。どうしたの？先生、柏木さんの足が給水口に吸い込まれて抜けなくて息ができません。ポンプを止めるように言ってきて。はい。分かってた。今日この学校の生徒が2人。ダメ、間に合わない。死ぬこと。抜けて、柏木さんしっかり。先生。大丈夫、しっかりして。もうダメかと思ったよ。運が良かったんだな。プールサイドが壊れたせいで給水管が塞がったんだから。確かにこんなことはめったに起こるもんじゃない。ゆっくり。しかもこのタイミングで。本当に運が良かったとしか言えないな。こんな日は星でも見て気分を落ち着かせるのが一番だな。
やっぱり頭から離れない。黒羽が黒猫のはずないのに。あいつはもう死んだんだ。それなのに諦めても諦めてもまだ息苦しい。10年も経っているのに認めたくないんだ。いっそ黒猫との思い出なんか全部消えてしまえばいいのに。お前どうしてここに？ここは星を見る場所なの？ああ、昔アポロとかが月に行った頃天文ブームがあったらしくてさ、その時の流行で建てられた古い天文台なんだ。けど今はもう天文部の部員は俺一人。去年までは先輩もいたんだけど、来年も新入部員が入らなければ廃部だろうな。すまなかった。お前が幼馴染にそっくりだったんだ。それでホームルームで変なことを言ってしまった。幼馴染？ああ、宇宙人の存在を信じている変わった子だった。だけど俺のせいで死んでしまったんだ。それで俺はその子の代わりに宇宙人を探すため、こうして毎日望遠鏡を覗いているんだ。一つだけはっきりさせておくわ。私はあなたの幼馴染じゃないし、あなたのことも一切知らない。初めて会ったのよ。そんなことは分かってる。だけどだったら何しにここへ来たんだ？あなたに伝えておくことがあったから。え？今日この学校で生徒が2人死ぬの。は？ 1人はプールで死ぬことになっていたけど助かった。お前何を言ってるんだ？そしてもう1人死ぬことになっているのはあなたよ。俺が死ぬってどういうことなんだよ。次の最終バスが出るのが20時20分。ああ、いつも乗ってる時間のバスだ。絶対そのバスに乗り遅れないで。もしバスに乗れなかったらあなたは死ぬことになる。そんな予言みたいなことを信じろっていうのか？何でもいいから乗り遅れないで。まあお前に言われなくても最終バスには乗るさ。乗らなきゃうちに帰れないからな。そう、よかった。それじゃ私は。星座って全部でいくつあるの？ああ、それは古い時代の星座でリストが下にあるだろ。これね。1、2、3。そんな数え方しなくても6列が8段で48個だ。すごいね。めちゃくちゃ計算早い。お前バカにしてんのか？九九ですぐにわかるだろうが。九九って何？はあ？お前九九を知らないわけないだろう。